Association of Osaka Kado, Japan Art and Flower, Kado. Ikebana is traditional Japanese culture.この大きな籠を使って大作の実演をいけたいと思います。今日使う材料はアセビっていう材料で、生け花ではよくこれ少し色が変わったり秋口するので、春も夏秋とよく使われます。これ杉なんですけど、先の方が白くなる石棺杉、雪の冠の杉とか、いわゆるこういう翁杉とも言われてます。よくこの冬景色ですね、今頃からちょっと雪がちらつくような時によく使い出すという。でもう一つは、今日は山のものとか丘のものとか水辺の植物、それを一緒に混ぜて入れれるというところが、またこの盛るというのの楽しみでもあります。楽しい部分ですね。大作っていうのは一般に生けるのでは剣山とかね、普通小さくはないですけれども、水盤とかに本来は降りたり上がったりしながら生けてるんですけれども、今日は大体の感覚でやってみますんで。まず1本目に使うのは、長いのが望ましいんですが、表と裏があります。木ですからね。分かりやすく言うと、表の葉っぱがよく見えるという。ひっくり返したらこれ背中になるんで、生け花は必ず表が見えるように生けます。枝ぶりがなんぼ面白くても表を見せなければ意味がない。ですからこの枝についてはこうか、こういうふうに倒していくという形になる。次に今も切っといたんですが、ここに大きなスペースが空くので、ここは花が入っていきます。で杉も入るんで、ここをまず埋めます。これでもええな。止まってる。続いてプロテアっていう材料が止めにくいので、先に杉を入れます。でこれ最大の長さでこのぐらいなんですね。ちらっと見えるように。これでだいたい全体の構図ができましたという。で次これで色つけていくんです。で花首がこう下から見て花が見えるようにこう曲がってるものはもうそのまま使う。本来はこうですね。今日はこのまま使います。こっち入れようか。斜めにしとくとかね、いろんな方法がある。赤のところと少し高低差つけて、あるいは奥手前と変化をつける。こうならないようにね、それに注意していけます。
今日の材料は枝物の木はアセビになります。杉なんですが、杉はちょっと短いのでアセビが主になると。そしたらどうしても大きく見せるのはアセビになる。寝かしても表さえ向ければアセビは使えますので、今の季節から山が雪化粧しだすということで、杉でもこの石棺杉といわれる種類を使っています。でそれと全然南半球の花と合わせて一つの籠に盛るという。力強さはこのアセビの枝で、あとはプロテアはちょっと、最大でも60センチか50センチなんで、枝を足したものを最初から用意しておけば楽。今日は各種類ごとに入れましたけど、オキナスギとつないだり、最初に倒したアセビの枝に最初からくくりつけといて入れたり、そういうことも慣れてきたら可能なんで。ですからこの作品の今の魅力はこの石棺杉が今一番きれいな時効かなと思います。でそれとこの南洋の花を合わせるという、そういうのでどんな作品ができるかなということを楽しんでいただきたいと、このように思っています。私たちは生け花を通じて生活に豊かさや潤いを与えるために日々活動をしております。このお寺において生け花をお供えさせていただくというのは、日本の古来からの歴史が物語っているものです。花の癒しを皆様に発信してまいります。